練習生時代から辛いことも楽しいことも一緒に経験してきた BTS メンバーたち。彼らはとにかく仲良し。昔は些細なことで喧嘩をしたこともあるようですが、今となってはいい思い出。今回は家族以上に一緒の時間を共にしている BTS メンバーの絆がわかるエピソードをご紹介します。友情の証のタトゥー。日本時間の2022年4月8日に BTS のオフライン公演 BTS Permission to Dance on Stage ラスベガスがラスベガスでスタートしました。ステージは大成功。そのエネルギッシュなステージパフォーマンスでアーミーたちは終始大盛り上がりで幕を閉じました。コンサートが終了した後、ライブ配信にてコンサートを振り返り感想を言ったりアーミーと交流する BTS メンバー。そんな配信中にリーダーである RM がアーミーのタトゥーを入れるつもりありますかという質問にこう回答しました。前はしようとしていてスケッチも作りました。でもちょっと怖くてやめましたとのこと。RM は飽き性な性格であるため、タトゥーを入れたらそのデザインに飽きて後悔してしまうのではと少し躊躇してしまったそうです。しかしタトゥーを入れたいという気持ちはあるようで、まずは身体を絞ってからと語りました。また僕は足首に入れたいです。シンプルに。正直僕がタトゥーをしない一番大きな理由が、タトゥーを腕とか見えるところに入れたら外で誰かに気づかれるのが嫌なんです。ただでさえ僕はファッションスタイルのせいか声のせいかよく気づかれる方なんですけど、夏とかになると半袖とか短パンとか肌を出すからタトゥーをしたら人々にすぐ気づかれそうでとタトゥーに対しもどかしい気持ちを話す場面も。タトゥーには賛否両論もあり、いろいろな面で人気スターならではの悩みがあるようですね。また日本時間の2022年4月15日には J-HOPE、テテ、ジミンの3人がブライブで友情タトゥーについて語りました。友情タトゥーとは BTS メンバー7人がお揃いのタトゥーを入れようとしていることを呼んでいます。テテは右のお尻に、RM は足首にタトゥーを入れたいのだとか。以前ウィバースでどんなデザインにするかなどは決まってないものの、仲のいい BTS メンバーは友情の証としてお揃いのタトゥーを入れようと考えていることを話しました。そのことから今回の配信でアーミーから友情タトゥーについて質問が飛んだ時、メンバー内でしか話してないと思っていた J-HOPE がコメントを見つけ驚愕。アーミーには明かしていないメンバーだけの計画を知っていることにびっくりを隠せません。テテは前に僕が言ったんだよと説明し、改めて友情タトゥーについて語り合いました。しかし友情タトゥーはもともとアーミーには内緒にしてサプライズで見せようとも話していたそう。言ってしまった本人であるテテも反省の様子。プライベートでもアーミーへのサプライズ計画を立てているというだけで愛おしくなりますよね。しかしタトゥーにいいイメージを持たない人もいることから、画面の向こうにいるアーミーたちへ友情タトゥーに賛成か反対かを問いかけました。メンバーはコメントがよく見えるよう画面に近づき、リアルタイムで届くメッセージに注目。圧倒的賛成派が多く、そのメッセージにまたびっくり。デリケートに捉えていた友情タトゥーでしたが、前向きなメッセージが多くメンバーも一安心。J-HOPE は嬉しさのあまり罰が全くない。全部丸だよ。と笑顔でテテとジミンに報告しました。テテはアーミーの皆さんは全てを可愛がってくださるんだなとしみじみつぶやく場面も。メンバーもアーミーもお互いを尊重し合い、深い絆で結ばれていることが伝わりますよね。些細な話題でもアーミーへの存在に感謝する姿勢は、アーミーたちもこの先ずっと応援しようという糧になります。
まだ実現はしていませんが、いつかメンバー7人の友情タトゥーが見れる日もそう遠くないかもしれません。いつ見れるのか楽しみですね。将来はバンタン村で一緒に暮らす計画？ BTS は2021年 SBS のニュース番組に出演し、スタジオキャスターからこんな質問が飛びました。10年後、20年後の BTS はどんな姿だと思いますか？すでに長い年月をメンバーと過ごしている彼らですが、最年長のジンが代表してメンバーたちの考えに大きな変化がない限り、これからも音楽を一生懸命やっていきたいと答えます。同じ寮で過ごし、同じ夢を追いかけてきたメンバーたちの意見は同じようで、僕たちこのまま村みたいなのを一つ作って、一人はあの家に住んで、また一人はあの家に住んで、バンタン村みたいなのを作って一緒に暮らしたらどうだろう、といった話もしますと、とびきりの仲の良さを見せてくれました。10年後も20年後も、メンバーたちが一緒にいたいという選択をしていることが家族のような信頼関係が垣間見えます。現在は別々の家で暮らすも、練習生時代は長い期間同じ一つ屋根の下で生活してきた BTS。何歳になっても仲良く過ごすメンバーを想像するだけで幸せな気持ちになりますよね。この発言にアーミーたちは素敵すぎるバンタン村作ってほしいと微笑ましいメンバーの関係性にコメントを残しました。メンバーが BTS について語った話も感動。BTS はアーティスト・オブ・ザ・イヤーの受賞スピーチでメンバーが思いに今までの苦悩や活動について素直な思いを赤裸々にしました。このスピーチでジンは今年を振り返ると、僕たちは年の最初から精神的に辛い思いをしていました。僕たちの中で解散をすることも考えました。と衝撃の発言がどんどんグローバル化し人気が増す中、メンバーから解散という言葉が出たということで、アーミーたちもどよめきの声が上がりました。この発言後、ジンはステージで解散というワードを出したことをこっぴどくメンバーから怒られたと話します。その時、みんなすごく辛かったんです。当時のことが思い浮かんでよく打ち勝って、今もこうしてやってくれてすごくありがたくてよかったって話しました。と告白。メンバーから発言について怒られてしまったものの、気持ちに嘘つくことなく、アーミーたちへ本心を打ち明けてくれたジンのまっすぐな人柄に胸を打たれますよね。スピーチで発言するくらい苦労があったようですが、その思いをアーミーと共有しようとするジンの信頼感に、世界中のアーミーも号泣。どんなに辛いことがあってもメンバーで乗り越え、解散の道を選ばず突き進んでくれたことがとても嬉しいですよね。他にもデビューして9年目になる BTS は、数々のメンバーを思う感動エピソードが多く残されています。最年少のジョングクは、ビッグヒットの練習生として寮で生活するため、15歳で親元を離れました。まだ幼かったジョングクは、何度も家へ帰りたいとホームシックになってしまうことも多く、メンバーへその思いを漏らすことも、辛く厳しいレッスンに家族に会えない寂しさから、今の生活や夢をすべて投げ出したいと思ってしまうほど。そんな時、最年長のジンは、うちを第二の実家だと思ってと優しく声をかけ、ジンの実家へ招きます。寂しい思いをしていたジョングクですが、この優しく温かいジンとジンの家族のおかげで前向きになれたようです。しかし、ジンも当時は最年長といっても大学生。大人になる成長過程で年下メンバーを温かく見守る彼の優しさが伝わってきます。また、BTS がデビューする前に脱退を考えるメンバーも、もともとヒップホップボーイズグループとしてデビューするはずだった BTS がアイドルグループになったことで、J-HOPE はデビューメンバーから外されるかもしれない出来事がありました。ヒップホップボーイズグループとして期待されていた J-HOPE は、
この変更に悔しい気持ちやいろいろな葛藤などと戦い脱退することを決断。その複雑な心境をメンバーに伝えました。しかし、J-HOPE の話を聞いたメンバーは彼を止めます。今まで共にしてきた仲間とここでお別れしたくありません。ジョングクは号泣しながら J-HOPE に辞めないでと説得しました。それでも辞める決意を固めていた J-HOPE。すると、RM は事務所へ向かい、直接プロデューサーに直談判へ。僕たちには J-HOPE が必要なんです。彼がいないとチームではなくなってしまうんです。と、その熱烈な思いをまっすぐプロデューサーへ伝えました。J-HOPE は BTS にいなければいけない存在だと必死に説得し、プロデューサーも彼がどれほどグループに必要な存在なのかを理解します。こうして J-HOPE の脱退は無事防げたのです。RM やジョングクの発言がなければ、もしかしたら J-HOPE が今 BTS にいなかったかもしれないと思うと目頭が熱くなってしまいますよね。後に J-HOPE はあの時みんなのことを信じていたからまたグループに戻ることを決めたんだ。長い間一緒に頑張ってきたし、みんながそばにいてくれたから、と明かしています。BTS の深い絆は当時から結束していたことがよくわかりますね。まとめ、いかがでしたか？今回は歓喜 BTS の絆がわかるエピソード、バンタン村で暮らす計画や友情タトゥーもについてご紹介しました。長年共に生活してきたメンバーたちの絆は家族そのもの。仲がいいだけでなく、メンバーの人柄の良さや優しさが彼らを見ていると伝わってきますよね。互いを支え合い尊重し合う仲のいい BTS。これからも見逃せません。